ご視聴ありがとうございます。ワンワールドの世界一周航空券を利用しての初めての海外一人旅。今日はいよいよ日本に帰国の日です。フライトは夕方出発の便なので、チェックアウトタイムのギリギリまでホテルでゆっくりするつもりで、朝8時半に起きて朝食へ。土曜日だからかもしれませんが、レストランは昨日の朝より少し混んでいました。チェックアウトをして出発。外はあいにくの雨。ホテルはヘルシンキ中央駅の隣で、本来ならこの屋根の下を通って濡れずに行けるはずなのですが、タイミング悪く工事中、重たいスーツケースをして、コートのフードをかぶって、徒歩10秒ぐらいの距離をダッシュ。ほんの数秒とはいえ、雨の中スーツケースごと転ぶとか絶対嫌なので、めちゃくちゃ神経使いました。切符を買って、電車に乗り込もうにも、乗る予定の電車が止まっているところは屋根がなく、電車のドアまでまたダッシュ。ちなみに、ヘルシンキ中央駅で空港までの切符を買うときや、駅の時刻案内板には飛行機のマークがついているので、切符の購入や乗車ホームで迷うことはないと思います。エレベーターを乗り継いで地上に登って空港へ。PAR のカウンター前にはチェックイン機が並んでいて、チェックイン機でチェックインする場合は、PAR 公式が使い方の動画を出していたので、そちらを見ておくとわかりやすいと思います。プライオリティのカウンターは通常のカウンターと同じ並びではなく、少し奥の方に別でカウンターがありました。プライオリティとして手続きしてほしい場合は、奥の方まで進んでカウンターに行ってください。保安検査を抜けて免税店の並ぶ制限エリアへ。出発時間までは5時間近くあるので、ゆっくりショップを見てからラウンジに行こうと思います。広いし、ショップもたくさんあるし、見るところたくさんあるけど、ちょっと歩き疲れるかも。でもショップが充実していて楽しいです。私の地元空港の国際線はなかなか寂しい感じなので羨ましい。今増築中でリニューアル予定らしいけど、今は国際線なのに有料のシャワー室すらないので、ここまでとはいかなくても、少しは他の空港の国際線ターミナルに近づいてくれたらいいなって思います。ショップを見ながらゲートの表示に従って進んでいって、チェックイン時に案内されていた40番ゲートの方に行くと、ここでパスポートコントロール。保安検査抜けて免税店エリアもかなり進んできた後だったし、成田空港を出発して以降、訪れた国ではブースなどを通る、いわゆる出国審査があった国はなかったので、出国審査ないものだと思ってたからちょっとびっくりです。しかも、出国審査官からの無言の圧がかかる。何か質問とかされるでもなく、ただ何度もパスポートに押されているスタンプを確認したり、パスポートの写真を見比べられたり、その繰り返しで、スタンプは8年9年前のハワイと、今回の旅で押されたオーストリアの入国だけ。顔写真は、まあ10年近く前の顔なので、それなりに顔に年季は入っていますが、何か怪しかったのかな。結局、一言も話さず、ただ何度もスタンプと顔写真確認しただけで終わりました。体感5分、何だったんだろう。
気を取り直してラウンジに行きます。うっかりすると通り過ぎそうな白い壁に片押ししたみたいな看板のラウンジの入り口。中は広々していて、ダイニング向けのテーブルやブース型のソファー席、ゆったり座れる大きめソファー、パソコン作業できるカウンターに、バーカウンターなどいろいろ選べる席があって、一席一席も広めに使える感じでした。13時30分くらいの時間で、お料理はランチメニューかなと思います。サラダとピラフみたいなお米物、ホットミールが3種類、デザート類がありました。シャワーもお借りしました。シャワー室は5、6室くらいあって、入り口のパネルが緑になっているお部屋は使えます。中はトイレとシャワーブースがあり、アメニティもコームや歯ブラシ、シェービングキットがありました。シャワーを浴びて、またラウンジのソファーでゆっくり過ごして、出発予定時刻の1時間くらい前にラウンジを出て搭乗口へ向かいました。途中、ムーミンのショップなども覗いて搭乗口到着。これから乗る機体が見えます。15分くらい待って搭乗開始。搭乗のアナウンスは日本語もあって、久しぶりに聞く日本語アナウンスに感動します。日本行きなだけあって、待合エリアにいる人も日本人多かったです。機材はエアバス A350-900。新シートのモデルでした。このシート、めちゃめちゃ座席が広いです。この旅で乗ったフルフラットの座席は、JAL とアメリカン航空ですが、そのどちらと比べても圧倒的に空間にゆとりがあります。足元はモニターの下の空間に足を入れるタイプなので、先に向かって少し狭くなる形ですが、座席部分は曲線を描くブースのような形状になっていて、幅も広く、そのブース上のところがクッション材が貼ってあるので、体に触れる部分がどこも柔らかいです。座面の幅も横座りできるくらいのゆとりがありました。シートベルトは2つあって、通常の座った状態で使うものと、フルフラットにして寝た状態で、腰から太ももあたりに来るシートベルトがありました。クッションも2つ置いてあります。ノイズキャンセリングのヘッドホンやワイヤレス充電、アメニティの入ったポーチとスリッパと敷きパッド、掛け布団が置いてありました。搭乗も終わって出発と思ったら何かの理由で出発が遅れているみたいで、結局1時間くらい遅れて出発。英語アナウンスなので整備とかの理由なのか、天候とかの理由なのかわかりませんが、パイロットからあと何分で出発予定
って細かくアナウンスが入っていました。いよいよ日本に向けて飛び立ちます。フライトの時間は本来は9時間半くらいですが、現在はロシア上空が飛行できない関係で13時間近くのフライトになります。出発から1時間くらい経って機内食の準備が始まりました。前菜はわさびサーモンロール、あんず味噌と海藻キャビア、ビートルートのローストとピュレ、ビートルートのムースとゴートチーズクリーム添え、サーモンとチーズは安定の美味しさです。メインはお肉を選びました。牛肩肉のロールとポテトグラタン、チョリソーのラグーとカシスソース。カシスソースは初めての味でしたが、お肉柔らかくて美味しかったです。デザートはブルーベリーパイ、シナモンとマスカルポーネのムース添え。デザートメニューにシーバックソーンのムースっていうのもあったのですが、シーバックソーンって何状態だったので、ブルーベリーパイにしました。ちなみにシーバックソーンはこういうサジーと言われる美容にいいフルーツだそうです。到着は日本時間で15時頃の予定で、残りのフライト時間は約10時間。時差ボケ対策も兼ねて、日本時間の10時頃には起きておきたいなぁと思ったので、食後すぐに就寝準備を始めました。この機材のフルフラットシートは、電動でズズズーっと倒れていくリクライニングタイプではなく、足置きを延長するように跳ね上げて、シートのレッグレストを上げて、足置きとつなげるようにしてベッドにするタイプで、個人的には電動リクライニングの倒れている最中の体勢とかが落ち着かないので、こっちの電動リクライニングじゃないタイプが好きかなと思います。ちなみに、ブースそのものが背もたれになっているので、背もたれの角度は変わりません。個人的な感覚では座っていてちょうどいい角度だったので何も気にしませんでしたが、フルフラットにせずにちょっと体が起きた状態が好みの人など、寝姿勢を調整したい人だと電動リクライニングのシートの方がいいかもしれないです。私としてはクッションが2つあるのがすごくありがたかったです。足元はモニターの下のくぼみの部分は少し狭くはなりますが、膝から上のスペースは広くて、手荷物のショルダーバッグをシートの端に置いていたのですが、窮屈さはなかったです。なんだかんだで、離陸から3時間くらい経って本当に寝る姿勢へ。フルフラットとはいえ、これまでのフライトでは機体の揺れやフライトタイムの都合で睡眠時間短めだったので、今回はフライト長いし、少しは寝れるといいなぁと思っていたら、体感5分も経たずに意識が途切れて、次に目を開けたら朝食が配られ始めてました。自分でもびっくりの6時間爆睡。約1ヶ月一人で旅行して、
しかも初めての海外一人旅。知らずに気を張っていたのが、いよいよ旅の終わりが見えて気が抜けたとかもあるかもしれませんが、多分一番の原因はこのシートの寝心地の良さ。JAL の767のビジネスクラスシートや、アメリカン航空の777のシートより、シートのクッションが柔らかめで、ベッドにした時のクッション性が私にはちょうどいい感じで、圧倒的に他より寝心地が良かったです。私が起きたのに気づいて CA さんが朝ごはん食べるか聞きに来てくれました。もちろん食べますとも。朝ごはんはこちら。スクランブルエッグとベーコン、ローストポテト、赤玉ねぎ、ほうれん草、ハムとチーズにヨーグルトとフルーツ。自分でも起き抜けによく食べれるなと思うけど、ペロリと完食。久しぶりの日本、もうすぐ到着です。長かったような短かったようなこの旅ももうすぐ終わり。思えば、出発の3ヶ月くらい前に急に思い立って、ほとんどノリと勢いで航空券を購入したのが、出発まで2ヶ月もない頃。本来なら半年や1年などかけて、しっかりルートや行程を決めたりするんだろうけど、1ヶ月でバタバタとホテルや現地ツアーの予約をして、しかも出発の1週間前に予定外に親戚の子供を連れて2泊で東京ディズニー行きが入ったりで、必要なものは事前に買っていたとはいえ、前日に荷造りをするという、まるでちょっと国内に2、3日旅行するくらいのバタバタ感で出発。でも、フロリダディズニーでホテルの部屋の鍵が開かなかったり、空港で少々迷子になったり、アメリカの入国審査にビビりすぎたりはしたけど、なんだかんだで取り立てて大きなトラブルもなく、旅を終えることができました。今回の旅で訪れたのは5カ国で、最大16回まで飛行機に乗れる世界一周航空券にしては少ない滞在数ですが、海外初心者で初めての海外一人旅っていう立場なので、私にとってはこれくらいが無理せずに行ける予定だったかなと思います。また行くかはわかりませんが、もし次回世界一周航空券の旅に出るときは、あと2、3カ国ぐらい増やして挑戦してみようかなって思います。まあ、円安の物価高でホテル代などが痛いので、頑張ってまたお金貯めないといけないんですけどね。ちなみにこのシリーズのタイトルにもなっている英語力ゼロ問題ですが、心配するほど問題なかったというか、そもそも人と話すということがあまりなく、翻訳アプリに頼らずに英語使わないといけないのは入国審査ぐらいで、あとは翻訳アプリもあるし、英語で会話した場面って何があったかなって思い起こしても、事前にネット予約できるものは日本で手配していたり、極力現地で会話をせずに済む方法を考えて動いてたので、英語を使ってのやり取りの記憶があまりなく、買い物はスーパーやコンビニは特にレジで会話するわけでもないし、ホテルや空港のチェックインと、せいぜい観光施設のチケットやバスで直接切符買った時くらいしか話さなかったなって思います。ただそれも、観光のチケットは One Adult Please だけ言えばいいという感じで、なんなら人差し指で1を表現すればそれだけで通じるし、ホテルや空港のチェックインカウンターでは少しやり取りはするものの、やり取りといっても、私の場合は空港のチェックインカウンターで、Where って聞こえたから多分行き先聞いてるんだろうなとか、なんとかラウンジって聞こえたからこのラウンジ使ってっていうことだろうなとか、ホテルではエレベーターやストリートサイドみたいな単語が聞こえたので、多分お部屋の位置の希望を聞かれてるんだろうなとか推測して、自分の言いたいことは翻訳した文章をスマホごと見せて対応みたいな感じでやり取りしてました。多分チェックインのスタッフさんたちは英語を話せない旅行者に慣れているんだと思うので、ものすごくゆっくり喋ってくれて、それでギリギリ単語を拾える感じだったのですが、最悪本当に何言ってるか全く聞き取れなかったとしても、スマホの翻訳アプリに頼ればなんとかなるんじゃないかなって思います。多分この旅で一番英語を使ったのは、フロリダに着いた時の送迎のドライバーさんとの電話と、ディズニーでお部屋の鍵が開かないっていう電話をした時だけど、前者のドライバーさんには、英語を話せないのでって伝えて、メッセージでのやり取りに切り替えて事なきを得て、後者のディズニーは本気で焦ったけど、日本語通訳に代わってもらえたし、もし仮に日本語を話せる人がいなくても、フロントに行って対面で翻訳アプリを駆使すれば解決できたと思うので、結論としては、今回の私の旅の工程では、スマホのバッテリーとネット環境さえ確保できていれば、トラブルがなければ英語話せなくても大体大丈夫でした。ただ、現地で使った Uber のドライバーさんとか、空港のラウンジで近くにいた方が、
何かを話しかけてくれたりしてたのですが、なかなかそういう場面での会話になると、スマホアプリを常時立ち上げてるわけではないので、話しかけられた時点で反応できなかったり、せっかく話しかけてくれたのに会話が楽しめなかったりするので、英語を話せなくても旅行はできるけど、現地の人と交流したりすることはできないので、その点はやっぱり英語が話せるといいなって思います。今後、やりとりで思い出したことがあれば、準備や気をつけた方が良いことなども合わせて、動画かブログにまとめたいと思っているので、よろしければそちらも参考にしていただければと思います。成田空港に到着し、この後は直接福岡には帰らずに、まずはこの近くで一泊して、2、3日国内の温泉でも行って旅の疲れを癒そうと思います。そちらも順次動画にしますので、よろしければ見に来ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。